こんにちは、アンナスです。今日はちょっといつもと違うんですけど、セリアでなんか可愛い巾着を見つけたので、これにまたちょっと刺繍を足してオリジナルを作っていこうかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。では、ちょっと何色にしようか考えてたんですけど、なんだろう、特に何の植物かは書いてないんですね。ここに植物の名前とか入ってなくて、で緑で刺すにしても単色で刺すとちょっと楽しくない、面白くないなと思ったんで、久しぶりにコスモのシーズンズを使ってみたいと思います。これはグラデーション糸なんですけど、ちょっと出します。これいつものようにこういう三つ編みにしないで、いつも25番刺繍糸ってこれ三つ編みにして、それでこうやってばらして65センチにカットして使うんですけど、これに関してはそれやるとちょっと都合が悪いんですね。ちょっとずつ色が変わっていって、今緑で、もう少し出すと今ちょっと黄緑になって、でさらに出すとまた緑戻りましたねっていう感じで、結構一つの色のスパンが長いんです。20センチぐらいあるらしいんですけど、なのでちょっとタグは外さないで端っこから順番にカットして使っていきます。で、今日コスモ使うので、コスモの刺繍糸を用意しました。葉っぱの部分はこのグラデーション糸8024ですね。他にも緑あったんで、もうちょっとパステル寄りのやつもあったし、あとなんか紫とかが混ざってるのとかもあって、それはちょっとお好みで選んでいただいて、であとこれに対してなんか実がついてるんですよね。で何色にしようかなと思っていろいろ持ってきたんですけど、多分白にしようかなと思ってます。で最終的にここはフレンチノットステッチの6本取りぐらいかな、丸のサイズがそれぐらいに見えるので6本取りでやるんですけど、なんか黄色でやるとミモザっぽい感じになるし、なんか紫とかブルーとかだとちょっとこれからの季節、だんだんその春から夏に季節が変わっていくと、最初ピンクとか黄色のお花ばっかりだったのがちょっとブルー系のお花が増えてくるんですよね。なのでなんかこの初夏のイメージにする場合はちょっとこういう薄いブルーとか紫とか、ラベンダーとかですね、だいたいそういうものが増えてくるので、そういう色にしてもいいかなと思います。白はどの季節も定番で何かしらあるんで、シンプルに大人っぽくするんだったらもう白かなと思うんで、今日はとりあえず白でやる予定です、今のところ。でこれがねややこしいんですよね。とりあえず刺繍枠はめます。真ん中にセットして、でどの辺の色を使おうかなって思ってるんですけど、とりあえずこの濃い緑を使います。2本取り、サテンステッチなんで2本取りで、ちょうどなんか色が変わったところからずっと始まってるんで、ちょうどなんか20センチぐらい濃い緑が続くんで、黄緑になりそうな手前のとこで一旦カットします。なので20センチ以上ありますね20センチ以上ある。下手すると60センチぐらいあるかもしれない。で、いつものように6本取りの中の1本取り1本抜きます。でこうやってカットした場合は端1本だけ持って、あと握ってシューってやると綺麗に取れます。ちょっと下が絡まってますね。はい。
でどっちから取ったか覚えておいてください。取った方ちゃんと持っといて、こっちとか言ってこう置いといて、これ同じ方向から取らないと、これ逆から取ると色がバラバラになるんで、なので、同じ方向から2回引っ張ります。で、同じ方向ですね。同じところから抜いた方を揃えて、下手するとこれ1メートルぐらいありそうこれで2本取り用の針にセットします。で、最初に抜いた最初のこの引っ張ったところがここなんですけど、これを刺し始めにしたいので、玉留めする人はここで玉留めして、玉留めしない人は最初の並縫いから始める人は、最初の並縫いがこの最初に引っ張った方が端っこになるようにセットしてください。ややこしいですね。でもグラデーション糸は面白いので、ぜひ使ってみてください。これでどこから始めようかな。この端っこに小さい並縫いを入れて、目はね粗いです。目が粗いから、でも針があるんで刺しやすいのは刺しやすいです。一つ前の穴に刺して出てるところをカットします。で、こういう細長い葉っぱっていうのは、最初の刺し始めをかなり、見えますかね。なんか印刷が結構濃いので分かりづらいかもですけど、結構斜めにします。45度、もっと45度ぐらいかな。その真横に刺すと設定して、その真横からグイって45度ぐらい斜めにした、斜めですね。そうするとこうやって平行に刺していくんですけど、糸の端がこの葉っぱの頂点になるんで、だからそれを想定して最初の、刺し始めの角度を決めてください。で、なんかこの絵はちょっと飛び出してるんで、これも飛び出しましょうかね。これで、ちょっと絵の外側に刺すようにするといいので、これ最後のステッチを入れたんですけど、絵の外側、線が隠れるように刺していくといいので、こんな感じで。で、上半分が終わったら下半分も埋めていきます。で、このグラデーション糸っていうのはそんなすぐには色は変わらないんですね。今ちょっと変わってきたかな。大体の世の中のグラデーション糸って結構すぐ変わるんですよね。10センチ15センチぐらいで変わるんですけど、これ確かコスモのサイト見に行くと分かると思うんですけど、20センチぐらいずっと同じ色が続くって書いてあって、なので割とその同じ色、なんかもう色が変わりそうなところからスタートするとすぐ変わってしまうんですけど、割となんかしばらく同じ色続きそうだなっていうところから始めるんだったら、割と真ん中、葉っぱの真ん中から始めて上半分下半分埋めてもまだ色変わらないんですよね。なのでなんかその辺うまいことこう考えて調整しながら刺していくといいです。途中で変わってもそんなに色同じような感じなんで大丈夫です。で、もしちょっと前のとこで足したいなっていうところがもし出てきた場合、今ねちょっと色変わってきたんで、とりあえず次の葉っぱに行きます。
で次の葉っぱ刺してる時にこの辺のに近い色が出てきたら戻って上から足すみたいな感じで、ちょっとこうややこしい、頭こんがらがりそうになるんですけど、そんな感じで調整しながらで刺していくと勝手に色が薄い黄緑みたいなのが出てくると思うんで、まあそれはそれで自然と変わっていく感じでいいかなと思います。なのであんまり普段だと戻って上からどんどん足しましょうみたいなこと私言ってるんですけど、あんまりさせないです。なのでできるだけ一発でやるか、戻るのは 2,3 針前のステッチだったら戻っても大丈夫ですけど、あんまりそれ以上前のやつに戻るっていう時はちょっと色とか今どういう色なのかっていうのを考えながら戻るといいです。なんか一発でできる人はそこまで考えなくても大丈夫ですね。っていうコツがあるので、糸の同じ方向から同じ端から毎回引っ張るっていうことと、その色が変わってしまうのでその辺をちょっとこう考えながらやるっていう感じですかね。そう、ふわっと色が変わるので結構ね8000番台好きなんですけど、なんかややこしいのと本だと初心者の人もいきなり見るので結構説明が難しいなと思ってあんまり自分の著書ではやらないんですけど、でもうひたすら葉っぱを埋めていってください。で終わったらフレンチノットで身の方をやっていこうかなと思います。はい、上の葉っぱが3枚できたのでちょっと一旦終わらせます。終わらせるときは裏の糸に2回ほど絡めてギリギリで切ります。で、全部葉っぱをやろうと思ったんですけど、先に茎ですね。茎が結構全部絵がしっかり見えてるんで、上に丸いなんか実みたいなのがこう乗ってるところはちょっと無視して一気にバーッとこの茎をやっていきます。で茎は3本取りで、これも茶色とかでやってもいいし、ちょっと同じ色で同じ緑でやっていこうかなと思います。なので、同じ方向から引っ張ります。この引っ張った方向を覚えとかないと色が変わってしまいますね。これで3本取り。でこうやって使うと1本余るんですけど、ちょっと1本取りの刺繍には使えるけど、これにまた新たに足すと色が違うので、これはちょっと何かに使えればいいですけど、ちょっと保留っていうか使えない場合はもうさようならっていう感じになるんですけど、グラデーション糸っていうのはそういうものですね。で同じ方向を束ねて、で3本で刺していきます。で最初に持ってた方、引っ張った方を刺し始めにして、で裏に絡めます。でアウトラインステッチ、まず1目作ります。で少し先に出して、一応こういうカーブになってるんで、こっち側に最初に作った1目をギュッと押して糸の下に刺します。糸割っちゃいけないです。これでまたちょっと先に出してギュッとして半分ずつ重ねるステッチですね。パッと見た時に縄みたいになんか半分ずつ重なっている感じになれば OK です。
これで下まで行って、糸があれば隣も全部茎だけ先にやってしまってもいいです。はい、では茎が全部できたので、また葉っぱをひたすら埋めていきたいと思います。はい、こう葉っぱを刺してきて、今この辺にいるんですけど、だんだん出てきましたね、グラデーションが。最初緑だったのがちょっと黄緑になってきて、で今葉っぱの途中で黄緑が終わってしまったので、スタートをこのグリーンにしてしまうと、ここからブツッと色が変わってしまうんで、黄緑の方を刺し始めにして裏に絡めて、これでそのスタートが黄緑からっていう風に設定すると、割とこの違和感なく、でまた刺しているうちにだんだん緑になってくると思うんで、なんかそんな感じで途中で終わってしまったものとか、あとその近い場所、今この葉っぱ刺してて隣が急にこのグリーンになっても別に変ではないですけど、同じ近い色があった方がいいかなと思うんで、そういう時はその逆から始めてもいいかなと思います。はい、ここまでできたんですけど、割となんていうかな、そんなに色が変わらない。よく見るとちょっと黄緑で、なんかこう緑って感じなんで、ちょっと違うグラデーションも入れてみようと思います。8019番が、この黄色ちょっと黄色すぎるんですけど、今ちょっとここで切ったんですけどね。緑はね、ここの緑とよく似てます。8024番の緑と。ただ結構白になるんですよね。薄い白みたいになって黄色になるから、ちょっと面白いかなと思うんで、これもちょっと混ぜながらやってみようと思います。この黄色っぽいところがちょっと枯れた感じに見えるかもしれないんで、あまりに黄色いところはちょっとカットして、でこの白い薄いところから緑になる間を使って刺繍しようと思います。どうなるでしょう。はい、こんな感じです。結構爽やかな感じになりましたね。8024だけだとちょっと重いかなと思ったんで、途中でこの8019を出してみたんですけど、ただ8019だけだとちょっと軽い感じになるんで、かなりこの辺とかちょっとここ刺し直したんですけど、やっぱちょっと重めのしっかりした色が入っているからこそのこの薄い色が生きるっていう感じかなと思います。なのでちょっとそのバランスとかはね難しいんですけど、でも葉っぱだからあんまりその薄い色はこの上の方、新芽の方にして、下の方はちょっとこう濃いめの色っていう感じで、ここちょっと足してるんですけどね、この薄い色をここにも入れてるんですけど、ちょっとバランスを考えて上の方がちょっとこう白っぽい色が入ってくるっていうのがいいバランスなんじゃないかなと思います。でこれに最初は白のフレンチノット入れようと思ったんですけど、さてどうしましょう。いざこの葉っぱが刺してあると何がちょうど可愛いのかなっていうのがまた変わってくると思うんで、印象が。黄色も可愛いですね。あえてこの紫にしても、紫も可愛いですね。もうこれ完全に好みですね。これもいいですね。このからし色みたいなの難しい。どうしよう。でもちょっと白は最初いいかなと思ってたんですけど、意外と他の色がいいので、
黄色かな。紫もいいですね。私なんか黄色がいいなって思ったんですけど、番号ちょっとまた概要欄に書いておくので、黄色がいい方は2007、からし色がいい方は2702、紫がいい方は173あたりがいいかなと思います。白だとね、いつもの100番全部コスモなんですけど、このあたりがおすすめです。じゃあ私は黄色にします。何のお花かわかんないんですよね。オリーブにする人は、そう、さっきね捨てちゃったんですけど、使ってない、この捨てちゃった部分、この黄緑のこれ近いですね。これで多分実にするとオリーブっぽい感じにはなると思います。でもちょっとやっぱ同系色感は出るんで、私は黄色でやります。もう6本なので、6本の束でバサッと抜いてもらって、6本取りの針に通します。でもね、刺繍で絵が消えてしまっているので、残っているところはその通りやった方がいいと思うんですけど、もう消えてしまったところは勘でやってください。出します。刺繍枠を机に置いて少し上を持ちます。空中で2回巻いて同じ穴に刺します。で、ぐちゃぐちゃを引き絞ったら、こうやって裏から引っ張ると出来上がりです。割と馴染んでますね。これ白とかだともうちょっとこう存在感出るかも。紫とかだと結構実があるなっていうのが結構しっかりわかるんじゃないかなと思います。じゃあこれでちょっとやっていこうと思います。だいたいね、4つ、多くて4つ、少なくて2つ、1つっていうのもいいと思います。はい、全部フレンチノート入れました。こんな感じです。なんだろう、アロマオイルのを売ってるお店とかで、ノベルティとかでね、もともとそういう感じの袋でしたけど、ちょっとこれアイロンしてきれいにするともうちょっといい感じになるかなと思います。じゃあぜひ皆さんも刺繍してみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。